皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を始めていきたいと思います。今回も10分切れ負けで読み合い音声を塚田絵里香女流初段に設定してあります。あなたが後手です。私後手番ですね。はい。対局開始。さあ2六歩だったんでね、8四歩でちょっと相掛かりか角換わりかといったスタートですね。相掛かりですね。今ね7六歩とつくと相掛かりか角換わり系でした。で相手の方3八銀と、まあねこうやって飛車先の歩を、交換をね、しないでね後に回す相掛かりがね近年非常にね増えております。はい。で私はねシンプルに飛車先の歩をね早めに交換して、指してみました。で相手の方は4六歩3六歩とね2つ歩をついて4七銀だったんで腰掛け銀模様ですね。さあどうしましょうかね。これ3三角と上がって防ぐ手もありますね。銀、歩交換をね3三角上がってみましょうか。まあこれ2四歩とね早めについていけば交換ができたんですけどね、相手の方が、飛車先の歩交換をねしなかったので、私の方が3三角と上がってね、飛車先の歩交換を拒否して、自分の方だけねこう交換した形で戦うっていうね主張を作ってね指します。ただね近年はこうやって、飛車先の歩交換をね、したとしてもねそれでね、その価値がね、以前のね感覚に比べるとそれほどでもないんではないかというね考え方が増えてきましたからね。これも別に一局ですね。そして玉を寄ってきました。お互いにこれ角を相手に変えてほしいようなところがありますね。私の方としてもね、先手のね方に変えてもらいたいようなところがあります。どうしますかね。金でも上がって、私は中住まいの格好で、角を交換してくると同銀で自分でね手順で銀が上がれます。でこれ自分の方が角交換しちゃうと一手ね3三角と上がった手がこう手損な感じになるので、できれば、先手から3三角成と交換してもらってね同銀って形にしたいっていう感じですね。さあ相手の方今考えてますね。これ6六歩とかつけば、穏やかな、進行ですね。4五桂はこれは過激な手ですね。これはですねもう一気に場合によってはこう潰してしまおうって手ですけど、第一感はちょっと無理筋ですけどね。ただね無理筋に見えますけれども受け間違えるとって感じですね。これはですね角をこう交換するのは普通なんですけど、同銀の時に次6六角という手を狙ってんですね。先手はですね6六角とあと2四歩からの歩交換と2つのね方法があるのでそこが狙いですけど、ただ4四歩とついてどうでしょうか。これで桂馬をね、6六角を防ぎながら桂馬を取りに行くという感じですね。で6六角ですか。これでそうですね相手の方としてはこう角を打っておいて、桂馬をね取りにくい格好にしたという感じですかね。桂馬を取れば香車を取るんでね。ただこのねずっとこの状態でいつでも好きな時にね私の4五歩と桂馬を取れるのが一つこう、優位な点で、先手はねいつこう桂馬を取られるかわからないっていうのがね、ちょっと気を使いますよね。で2四歩同歩同飛車はあるんですけど2三歩と受けて、3四飛車に、4三銀とか、あるいはね3三歩と打ってしまって、そしてこれ来ましたね。で同歩同飛車で多分横歩をね狙ってくるんですけれども、下から歩を打つ手もあるんですよね。これ難しいですね。下からあえて打って、次にね桂馬を取りやすくするっていうテクニックもあるんですよね。上から打つのが自然ですけどね、上から打って飛車打って銀立っても結構ね、攻めがこう頓挫してる感じもありますね。それで、飛車引くとねもう一歩あるんでね私はね、具体的に言いますとこれでこう打って、横歩を取ると思うんですけど、引きましたね。横歩を取ると4三銀で手にならないという判断でしょうか。ただこれはねちょっとやっぱり、先手が無理をしたかなっていう感じはありますよね。で2七飛車はこの際の、最善手でしょうね。3七に角打たれないようにしてると。さあ桂馬を取って香車を取らして桂馬を飛ぶような手もあるし、一回香車を逃げるような、手もありますかね。ちょっと変わった手ですけどね。ここはね私の方はいつでも桂馬が取る権利なので、桂馬を取って香車を取って飛車を成る手もありますし、だからこういう時にね下から打つ手もあったよってのはそういうことですね。どうするのがいいかな。次は5六銀と出てこようってことですかね。相手の方はね5六銀と出て、5五銀からね助けようってことでしょうか。どう組むのがいいかな。香車上がるってのは面白い手でやってみたい手でもあるんですけど、
まあ、4三銀と上がっとくても普通なんですよね。で次に桂馬を取るという含みに香車逃げとく、あるいは角を打っとく手もありますね。角を打って何でも次取るよ、それもありますね。ちょっと変わった手ですけど2二角と打っちゃって、まあ、次は何でも桂馬を取ると、あれありかな。香車逃げるとね、一応2二歩と打つ手があるんですよね。2二歩同金でやっとくと今度桂馬とまた取りにくくなるんで、角打つ手ありますかね。これで次桂馬を取ってしまうと、角打ってみますか。これちょっと面白い手ですけどね、何でも次桂馬取りましょうと。ね、今ね香車上がったりして逃げとく手もあるんですけど、2二歩とすみませんちょっと口頭になっちゃうんですけどね、今角いいところ叩かれて同金ってなるとね、結局角のラインに金が入っちゃって桂馬取りにくくなるんですよね。で、まあ、桂馬を取って香車を取って飛車を成りたいんですけど、そうするとね取った香で今ねここで香車を取られるとね、ここに竜が来ても5九香と打たれてね、飛車が竜が捕獲される手があったので、こう打てばね絶対次何でも桂馬を取れば角と角の向き合いなんでね取れるという形で、まあ、ちょっと4五桂はね無理だったかなとは思います。そうですね、この時に桂馬を取れるというのは主張ですね。でまあ取られても同金でね、形をねまあ乱されますけど、同金でこれ何も取られないっていうね、これ桂得ですから。そうですね、この時飛車を逃げる位置を間違えると、飛車金両取りに打たれちゃいますね。ここに逃げるのがいいですかね。他の場所ですとね、5五角とか6六角で、まあ6四ですと5角、8四ですと6六角でね、飛車金両取りがかかる形だったので、7四に逃げましてね、これはねこの瞬間怖いですけど収まっちゃえばやっぱり桂得ですからね、何しろね駒得大きいですよね。そうですね、角ですけどこれも一回香車逃げるのがいいと思います。すぐ攻めてもいいんですけどね、一回香車を逃げて、まあ逃げておけばね、やっぱりこう9一角ないとダイレクトに香車取られちゃうとね手の損とか駒の損変わっちゃうんで、そうですね、これってまあ反撃ですよね。まあ3三桂が第一感ですね。で5六銀と引いて、まあ、この辺の歩を突くとかそんな感じですかね。まあ桂馬を飛んでこの飛車を使いたいんですよね。飛車がちょっと窮屈なので、まあそうこういう感じでですね飛車を横に使って、まあ同歩ですと王ってね飛車取りがありますなので、ここにね角打ってね、まあほっといてもこう歩を取り込んで飛車を、3四に回ってね着実に破っていく手があるので、これね香車1回逃げたことで7二のね銀の形がいい形で桂香を取られないんですよね、これね。で馬はこうできたんですけど、歩が打てないのが痛いんですよね。例えば歩が打てると8二歩とかね結構厳しい攻めなんですけど、歩がないんでね、歩がないっていうか歩が打てないんでね、2歩すいません、歩が打てないんで、打てないとなると結構そうですね、これもまあ封印しちゃうのがいいですかね、馬をね。まあ飛車逃げる手もありますけどね、逃げるとまあ6五馬という感じで来るので、まあ馬をねこう8三歩と打つことでね完全に封印してしまって、この中でね檻に入れちゃうような感じですね。まあもちろんこの馬の存在もね、いずれ例えばこの王様をこちら側にまあ追いかける感じになった時にすごい効いてくるんでね、遊んでるとは言えないんですけど、ただこの現状でこの馬短期でね侵入した状態ですとまだね、私の王様にね、取っかかりがないんでね、玉を入れました。これはね取ると王手飛車だったんで逃げたんですけども、これ取り込んでね、この取り込みが大きいですよね。私はもう歩がなかったんですけど、これ一歩ねもう一歩取ったことでねかなり、歩も取れたのも大きいですし、やはり次3四飛車から3七歩成が、まあ、分かりやすい、攻めになるので、そうですね、歩を受けました。さあどうするのがいいですかね。まあこの歩を取る手もあるし、相手の形は7七桂から8五桂って感じでね、桂馬がこう2回飛んでくるとこの馬が働いてくるんでね、私の方はそれまでになんとかこう手にしていきたいとこですね。まあとりあえず飛車回ってきますかね。まあぶつけちゃう手もありますけどね、思い切ってぶつけてしまって、同飛車同歩なれば2九飛車がね厳しいんですね。ぶつけちゃおうかな。ただ私もね飛車を渡すと私の方の陣形も危なくなるんでね、もうちょっと安全な指し方があるかもしれないです。ちょっと考えますね。まあ飛車ぶつけてもいけそうですけどね。まあ飛車ぶつけはね決着をつけに行くような手ですよね。同飛車同歩で2九飛車狙いでまあ行ってみますか、思い切ってね。まあ相手の方もね7七銀から8八玉と入ってくるとかなり王様硬くなるんでね、まあ相手の方もこれ歩桂手なんないんで交換になりました。そして歩を打ってきて、まあこれで筋の一手ですね。同金ならば、2一飛車と打とうと。金を引くのがいいでしょうか。これでね利かされるんですけど、私は2九飛車をねとにかく狙いの一手なんですよ。2九飛車は2期待してます、これはね。
まあ飛車ぶつけないでね、もうちょっとゆっくり指す方が多分手としてはね手堅いんですよね。これはまあちょっと勝ちにいったというかね、まあ、勝負にいったという感じです。飛車をね打ちました。ただこれだと辛いですよね。これならまあなんですかね、飛車交換したのがいきましたね。まあ、これどうするのがいいかな、まあ、桂馬を飛んでいくのがいいでしょうか。まあこれ2四飛車を防ぎながら次3七歩成同桂ならずというね両取りを狙ってます。まあ2九飛車はそれだけきつかったってことですよね。なんか例えばまあ9一飛車とか8一飛車は厳しいんですけど、2九飛車と取った時に王様のラインが入っちゃってんでね、この金がもうどうにも受け方が難しかったんですよね。なので敵の打ちたいところに打ったんですが、これはねちょっとやはり結構きついでしょうね。相手の方がね、これどうするのがいいかな。何かこう効率よく破る手があればいい感じですね。1五角は第一感で、1五角で金寄って歩成ってっても破れますね。手としてはね、もうちょっとでも筋のいい手がないかなとかねいう感じです。迷いますね。局面は優勢で、まあいろんな手があるところなんですけどね、角打っちゃいますか。これねちょっとね角打って歩がね2六歩とか打たれちゃうとひどいですけど、これはもうね、ここの3筋の地点からね破っていこうと。まあ別に私の方にね早い手があるわけじゃないので、まあもうちょっとゆっくり指してもねいいんですけど、ちょっともう、素早くね決着をつけに行く感じですね。私のもねこれね、まああんまり例えばこれ角と桂とか渡すと3四角からね4四桂みたいな手があるんで、そんなにねなんていうんですか、楽々ねノーリスクで勝てるって感じでもないんですよね。まあそうですね、これねちょっと嫌なんですよ。同金で取って、これは多分同金で取りたかったんでしょうね。これはそうですね、多分クリックミスですね。同金と取ってまた同金ですね、5九飛車って打つ手があるんで、そうですね、あれだったんですけど、これはちょっとクリックミスなんで、おそらくね、まあ、ほぼ間違いなくクリックミス。まあ、と金を取ると5九飛車と打って同飛車同角成でね、まあそうですね、これはしょうがないですね。最後相手の方はクリックミスでの決着ですね。すいません、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね、将棋大津で実況対局の方やってまいりました。今回はね、戦型が相掛かりということでね、近年実は相掛かりという戦法はですね、プロ間でもかなり流行しておりまして、矢倉がね、以前は居飛車党の間では矢倉が多かったんですけれども、近年は本当相掛かり、あるいは角換わりといったね、増えてきてる戦法なんですね。で、今回もその流行系の一つになったんですけれども、ちょっとね相手の方の攻めがね若干無理筋だったと思うんでね、そこをうまく咎めて、そのねリードを奪って勝ち切ったという内容でした。この将棋の詳しい解説は解説編の方でやっていきますので、そちらの方も合わせてご覧いただければなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。